これが地元の小麦。さっきも言ったように胚芽の芽の部分がちっちゃいのついてるのがね、はいはい。これが大事な部分。胚芽。小麦っていう引けばそこで終わりじゃないんですよね。いかにこうふるい分けをするか、小麦の粒度、粒の大きさを揃えるか、ふすまも入ってきますよね。どこまでふすまを入れてやるのか、そういうの自分で全部コントロールできるんですよね。これは地元の小麦。さっきも言ったように胚芽の芽の部分がちっちゃいのついてるのがね、これが大事な胚芽。これをちゃんと引けるかどうか。自家製でやる。これ引かなかったら普通の製粉会社で印引きやってるから買った方がいくらもいいかな。これでふるいかける。これでふすまが出るんで、ふすまと粉を入れてます。これ50メッシュ。このふすまは使うはないですか？ふすまはね、さっき言った体で胚芽の部分がこれだと残っちゃうんですよね。白いつぶつぶが要は胚芽部分なんですよ。硬いから、薄と薄の間で引き切れない。でふすまも一緒に入ってきちゃうんで、これだと入らないんですよ。でどうするかっていうと、この胚芽部分を引き合うっていう作業。胚芽部分をいかに引き込んでやるかっていうので、これが必要なんです。これをもう一回すってやる。だいぶね、まあなってるんで。今これで一度では全部はいけないんですけど、これで
引き立ての小麦もね、北海道産がいいだなんだありますけど、まあ長野県にいますんでね、僕もこの地元の長野県の小麦を近所の農家さんに作ってもらってて、年間まとめてお願いしてるんですけどね。まあだからいい年もあれば悪い年もあるまあその時によってちょっといろいろ手を加えてね、若干手加減してやって麺にはしますけどね。それの小麦の加減っていうのはやっぱ長いことやればだんだん分かってくるっていうのはありますね。最初のうちはあんまよく分かんなかったんですぐ切れちゃったりとかそんなことはありましたけど、もう最近はまあ麦見れば大体分かるかな。ご自分でされようと思ったきっかけって？麦、地元の食材でラーメンを作りたいっていうのはもともとあったんで、最初は製粉会社さんからのね石臼引きの粉っていうのを使ってやってたんですけど、やっぱ物足んなくなってきちゃって、結局香りにしろ味にしろちょっとなんか物足りなさを感じてきたんで、自分で弾くかっていう、もうちょっと半分自分の趣味の世界みたいなもんなんですけど、楽しみながら弾いてますけどね。弾いていくうちにだんだんこの麦のことっていうのをいろいろ勉強してって、いろいろ分かってくるっていうことねありますけどね。小麦を弾いてから、小麦っていう弾けばそこで終わりじゃないんですよね。いかにこうふるい分けをするか、小麦の粒度、粒の大きさを揃えるか、襖も入ってきますよね。どこまで襖を入れてやるのか、そういうのは自分で全部コントロールできるんですよね、やるってことは。自分で弾くってことはそれが最大のメリットですよね。自分の好きな小麦を自分で作れるっていう、それは楽しいですよねで結局よそから買ってきたとじゃあ自分の好きなようには作れないんで、さっきもやったように胚芽部分を完全に引き込んでやることで小麦の味が一層強くなるっていうとか、皮の部分もパウダー状にしてやってやることでより香りを強調させることもできるし、逆に皮目を少なくして味の濃い小麦にするっていうこともできるし、それはやっぱ自由自在にねできるようになったかなと思いますけどね。どうでしょうかね茶色い部分が多くなるとやっぱりこう意外がなってきちゃうんですよね。なんでそこの辺の入れ加減の調整、ふるい方で変わってくるんですけどね。入れすぎちゃうと今度逆に味がしなくなってきちゃうし、粒が結局大きいっていうか小さいながらも大きいんで、サイズで振るっちゃうとイガイガしちゃうんで、どうしてももう一段細かくしてやる必要がある。それでも普通の製粉機で細かくしようとしても、もう製粉機のこの臼のこの隙間っていうのも限られてるんで、あれ以上は細かくできない大きさそれやっぱりミキサーでガーッとかけてやらないと削れない、そのやっぱこっちとこっちみたいなのはありますよね。別にこっちはなくてもいいんだけど、あったらもっといいあれ、その普通の家庭用ミルとかじゃ難しいですか？家庭用ミルじゃ無理ですね、やっぱりね、超高速でやらないとすごいパワー、その音が1000ワットです。1000ワット、あれなんていう機械ですか？あれはバイタミックス、お高いです。お高いやつですいいとこのラーメン屋さんみんな持ってると思うけど小麦に使ってるのは違いない
な感じが。加水率って大体どれぐらいで？大体普通の粉だと52ぐらい、さっきのは53の上ぐらいは入りますよね。いやまあ高水のね手打ち式の製麺機なんでいけてるんですけどね。やっぱ最近高水流行りですよね麺がやっぱね生きてるんですよ、高水は。グルテンがやっぱこうちゃんと生きてるんで、置いとけばグルテンの繊維に沿って麺が勝手に縮れてくる。まっすぐ切ってやっても置いとけば勝手に縮れてくるんですよね。だから本当麺生き物ですよ。生物っていうか生物ではないけど生き物だなあれは。縮れ麺ですかって言われるんですけど、まっすぐ切ってるんですよじゃあね勝手に縮れてきますからね。やっぱ麺が生きてるっていうのはサハ水のいいと思います。それを普通に熟成させてる、その切った後の熟成期間で形が、そうですね。2日3日経てるとはもう自分で勝手にマジですか。いや、それ縮れてきますよ。打ち立てはやっぱまっすぐですけどね。さっき言ったグルテン組織を炒めないで優しく優しく何回にも分けてのしていくんで、まあ最終的にそのグルテン組織が残って生きてる麺っていう形に、ね、なると思うんです。まあ普通のロール式の圧煙かけてやるともうキューッともう締め付けちゃうんで、もうグルテン組織がこう固まっちゃってる、自由に動けないですね。ああいうゆっくりゆっくり圧をかけてることでこうグルテン組織がこうね自由に残ってるというかいわゆるその畳んで複合みたいな状態のやつを乗すときに、そうね、あまりこう圧をかけすぎないようにゆっくりかけてある、何回かに分けてね。